プーケットに来たらやってみたかったことはですね、バイクでちょっとプーケット回ってみたかったんですよね。ということでこのバイクを借りました。ヘルメットまで貸してくれて200バーツだそうですね。安いか高いかよくわかんないですけど、大体なんか相場は2、300ぐらいが多かったです。で実は僕これのためにちょっとですね、日本で小型二輪の免許を取ってきて、実はですねこの国際免許証まで作ってきたんですよ。国際免許証作ってくればタイでバイクに乗っても、全く問題ないんですけれども、なんかバイクを借りるときはこれ必要ないみたいで、じゃあ作ったら意味なかったのかなと思ったら、警察に捕まった時にあなたはそれを見せなさいって言われました。だから警察に捕まらなかったら下手すると国際免許証を持ってこなくても乗れちゃうかもしれないですね。ですね、でちなみに200バーツ払って、で僕のパスポートはこのバイクを返すまで没収されたままになっているという、そういうデポジットシステムだそうです。というわけでちょっとプーケットを一周しようかなと思ったんですけど、プーケットってアンダマン海側、つまり西側は割と栄えてるんですけど、東側、特に東のですね北側とかあんまり見るべきところがない気もしたんで、ちょっと縦断をしようかなと思ってます。というわけで一番最初はプーケットの、一番北ですね、北タイの本島につながっている、シャム半島かなにつながっている橋のところまで行こうと思います。バンコクとかよりはやっぱり交通量が結構多いんですけど、バンコクよりは交通量が少ないからか割と走りやすいです。そして最高に気持ちがいいな。いやパトンビーチから1時間ちょっとぐらいですかね、1時間15分ぐらいかな、プーケットの北端まで来ました。サーラシン橋っていう橋だそうです、あれが。でプーケットは島なんですけど、島が一つのプロビンスになってるみたいで、だから要はプーケット県っていうことですよね。プーケット県っていうものを構成していて、で島の向こうの半島側まで行くとタイの半島ですね、そっちまで行くとパンガー県っていうのがあるそうです。なんかいいですね、本当に南国の島ですって感じがしますね。なんか本当ザ南国の島みたいな。というかあれですね、プーケットって島だけどこの向こうに見えてるのがもうパンガー県ってことですもんね。めちゃくちゃ近いんですね。もっとなんか大陸と島を隔ててるっていうことなので、もうちょっと長い橋をイメージしてたんですけど、もうすぐそこタイですね。タイってタイなんですけど、魚釣りしてる人がいますね。てかここら辺は結構さっきから思ってたんですけど、マレー半島系の方々が結構いるんですよね。マレーシア近いですもんね。もうすぐそこはマレーシアですから、やっぱりなんかいる方もちょっと肌の色が黒めだったり南方系だったりしますね。バンコクに比べるとって意味なんですけど、
でこれがサラシンブリッジ。なんか現地の方はサーラシンって言ってますね。サラシーンじゃなくてサーラシンの方が多分発音としては正しいんでしょう。なんか結構歴史感じさせるボロさですね。なんか塗装は剥げてんだけど大丈夫なのかな。これがサーラシン橋。なんかあんまり詳しくないですけど、恋人たちの伝説がある島だそうですね。もうなんかちょっとロマンチックなところがあるのかもしれません。いやほんとすぐそこだな。もう魚釣りしてる人多いですね。これ登れるんだ。こっちはタイ語しか書いてない。やっぱプーケット側は観光地だから英語も書いてあるけど、こっち側は完全にタイ語しか書いてないですね。面白いな。プーケットは本当なんか繁華街の方に行くともうなんか人口構成が半分というか、本当に外国人ばっかりの街ですね。よっぽどバンコクとかよりインターナショナルというか、まあ観光客が来てるって意味でなんですけど、いろんなものが英語や中国語の表記がしてある感じです。そしてもうこれがパンガー県か。やっぱこっちに来ると表記がタイ語しかないのが目立ちますね。プーケットだと道路の標識までやっぱ英語が書いてあるの結構多いんですよね。おお、びっくりした。これハリセンボン？なんでここまで上がってきちゃったんだろう。なんか置物かと思いました。あれリアルな魚ですよね多分。Welcome to パンガーって書いてありますね。パンガー県に来ました。パンガー県か。何があるんだろうな。もう完全にパンガー県ですね。というわけでプーケットの島から、マレー半島かな。マレー半島の方までやってきました。さて
こからプロムテップ岬っていうプーケットの最南端までバイクで行こうかなと思います。多分2時間ぐらいで行けるんじゃないのかなと思ってまして、大体70キロぐらいですかね。それでプーケット島を縦断するような形にしたいと思います。こっちをずっと行くとパンガー県ですね。なんか何があるって感じでもないですけど、ちょっとここら辺でなんか軽くご飯でも食べてから行こうかなと思います。パンガー県側に来て一気に英語表記が全くないんですけど、何て読むかも分かんないこの店に入ってみようと思います。ウェルカムだけ英語だな。いや最高ですね。海沿いというか橋沿いのパンガー県のレストランに来てます。本当店名すら分かんないんですけどね、なんかすごい東南アジアっぽいですね。ぬるい感じのちょっと湿度が高い感じで、なんか全て動きがスローな感じがしますねこの気候で一生懸命なんかせかせかとする感じはなんないですもんね。いやでもやっぱこういうのがすごいいいなと思います。さっきから見てるとですね、お店の人が海に向かって、洗い物を捨てまくるんですよね。生ゴミとか洗った後のこうやって水皿とか洗った後排水をそのまま海に捨てて、それ大丈夫とかちょっと思うんですけど、まあそんな日本人だから思うことであって、ここではそれで全く問題ないんでしょう。Thank you。ってわけで来ました。あ、ライスもあるんだ。僕が頼んだのはこのカレー粉で炒めたイカですね。パッタイとかフライドライスが80バーツとかなのに、こうやって結構フレッシュなのかどうかわからないですけど、こういう魚介系を使ってもちょっと高めに設定されてました。これで200バーツだそうです。食べてみますね。美味しい。ノンスパイシーってお願いしたのにスパイシーです、僕にとっては。昨日一昨日かな、チャーハン食べましたけど、久しぶりにプレーンのタイ米食べましたね。美味しいな。このカレーはすごい香草が効いてますね。バジルめちゃくちゃ効いてます。カレー粉自体はちょっと甘ったるいカレー粉ですね。でもスパイスが入ってるんで、カレー粉自体に甘さはあるのに辛い。これでマイルドなのかな、本当に。おいしい。イカもすごい弾力がありますね。もうフリって感じがしてすごい美味しいです。でも200バスか、ここら辺だともしかしたらちょっとやっぱ観光地価格なのかな。高いんでしょうね、きっと現地価格的には。そりゃそっか、この近くだからそうですよね。いやそれにしても辛い。観光地価格にしては英語表記がほとんどないですけど、でもメニュー自体は英語だったんで良かったです。さてじゃあこれ食べ終わったらプロンテップ岬まで行こうと思います。いやタイカレーマイルドにしてくれっていうか、向こうから
ノースパイシーだよねって言われたんで、ノースパイシーマイルドにしてくれって言ったんですけど、今でも舌がしびれるぐらい辛いです。やっぱタイカレーって辛いですね。めちゃくちゃ汗もかいちゃったし、いやちなみにさっきのやつ、なんかメニュー表には200バーツって書いてあったのに、水頼んでカレー頼んでなんか80バーツしかしませんでした。メニューと違くないって一応聞いたんですけど、80バーツで間違いないって言われたんで、メニュー表の価格は一体何だったんだろうなって今ちょっと疑問に思っているところです80バーツだから300円ぐらいですかね。まあ今1バーツ4円弱なので 3.9 円とかなので、まあ300円ぐらい感じですかね。はい、というわけでこれからプーケット島を縦断していきます。いやー、すごい有名なプーケットの大仏まで見に来ました。結構離れたところにあるから遠かったな。有名なパトンビーチから1時間半ぐらいかけたかな、1時間以上かかって着きました。なんかですね、短パンとか履いてる人はああやって布を巻きつけなきゃいけないって言われてたし、そう表には書いたんですけど、でサンダルもダメだよとか書いたんですけど、誰も守ってないですねなんていうかタイっぽくていいですねあとノーマスクノーエントリーとも書いてあったんですけど、マスクしてる人一人もいないじゃんとか思ってまあ実際に書いてあることと書いてあることと実際の運用が全然違うんだなと思うと、なんかちょっと面白いです。こう見えてきた。なんかやっぱりちょっと日本の大仏とは違いますよね。日本の大仏ってもうちょっと険しい顔のが多いと思いますけど、東南アジアの大仏ってちょっと柔和な感じ多いですよね。タイルとかなんでなんでしょう。やっぱりなんか仏像の伝播が違ったからだとは思うんですけど、で来る前にウィキペディア見てたら、これ中全部大理石だそうです。すごいですよね。大理石1万4000個大理石くっつけて作ったってそうなんですけど、本当ですかね。でかいな。そしてあちらもすごい。綺麗ですね。これは今南を向いているのでマレーシア側てかもうインドネシアですね。インドネシア側を見てる形になります。ここからまっすぐ南に行くと
インドネシアのメダンですね。そんな感じか。まあでずっとあっち側に行くと、こっち側に行くとスリランカか。まあそれは全然見えないでしょうけど。いやでも確かにでっかいなこれ。なんか奈良の大仏が15メートルですけど、これは45メートルあるそうです。奈良の大仏は建物の中に入ってるから余計でかく見えますけど、この大仏は3倍もでかいみたいですね。なんか変なドラをかき鳴らしてる人がいますね。なんか意味あるのかな、仏教的に。これなんか竜というか蛇の跳ね上がってるみたいなのがすごいタイっぽいですよね。おお。別に中に入れるわけじゃないのか。これガルーダですよね。仏教じゃない気がするけどな。おっとっとっと。あ、ちゃんと瞑想してる。あ、ここはなんか大仏があるだけじゃなくて寺としても機能してるんですかね。中はちょっと入れるのか。入れるがちょっと観光地という感じではないですね。あっちに仏像がいっぱい置いてありますけど、なんかインドっぽいですけどね。なんだろう、なんでガルーダこんなに置いてあるのかな。あ、各国の国旗が、あ、日本の方ありますね。見たところ、あ、でもこれポルトガルか、イスラエル。あ、別にアジアに限らず世界各国の国旗が置いてあるですね。マジか。よいしょ。まあ、ミュージアムとかいうわけじゃないんで特になんてことはないですが、まあでもでかいですね。この像結構いろんなとこから見えるんで気になってたんで来れてよかったです。
はい、じゃあこれからプーケットの南端のプロムテップ岬まで行こうと思います。結構ですね、モーターバイク、バイクですね、レンタルするの結構気持ちがいいですね。ただ問題なのはフェイスシールド締めないと道によってはですね、小石とか砂煙がめちゃくちゃ来るんで、締めないとちょっと痛い思いをするっていうか難点だったりします。まあいいや、プロンテップ岬まで行きます。上まで上がってきたプロムテップ岬ですね。いや、島の南端まで来ました。しかし途中で結構大雨というか、もうかなり雨が降ってきましてですね、観光客の人たちもすごいいっぱいいる中、みんな諦めないで来てる感じですけど、びしょびしょに濡れました。あったかい国だから良かったなって感じですね。ちょっと霧がかかっちゃって、南の方がすごい綺麗に海が見えるはずなんですけど、ぶっちゃけ全然何も見えないですね。しょうがない。本当はここはなんか夕焼けが綺麗らしくて、それが有名で夕焼けを見に来る人が多いそうです。まさか今日すごい晴れてたのにこんなことになっちゃうと、夕焼けの時間もうすぐですけれども、もう誰も来ないでしょうね。いや、しかし久しぶりに濡れましたね、こんなに南国の雨は冷たくないからまだちょっといいですね。来たはいいけど、本当に何も見えなくて残念だな。はい。というわけで、ワーケーションの4日目はこれで終わりとさせていただきます。この後ですね、あさってから僕はその会社のグローバルミーティングがあるんで、それに参加するんですけど、そのために仲のいいですね、タイとか台湾とかその海外の同僚たちが少しずつプーケットに入ってきてるんで、これから彼らと会って、ちょっと軽く飲もうかななんて思ってます。しかし本当あいにくの雨だな。はい、というわけでありがとうございました。